ここは都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。突然だけど僕中二病って言葉褒め言葉だと思ってるんですよ。なんでですか？お二人は中二病的なところありますか？いや、私は特にないと思う。絶対に嘘。その髪型絶対中二病。じゃあ中二病、やった中二病です。確かにそう褒め言葉褒めてるから。僕はですね、渋沢達彦さんっていう作家の昭和のですね、めちゃくちゃ好きで、毒薬の手帳とかちょっといいぞ、香ってきたぞ。いや、それこそ元祖中二病といえば渋沢さんなんじゃないかと個人的に思ってる。ちょっとました文学的なねところありますからね。確かに知識がすごいですお、ね。いらっしゃい。いらっしゃいませ。あれこの二人は1年ぶりお久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。今宵のタイトルは世界中で大人気の 3D 対戦格闘ゲーム鉄拳7。本日のお客様は3度目のご来店、武選手。鉄拳界最強の盾と言われる堅実な守りで勝利を積み重ねてきたトッププレイヤーです。超攻撃的なスタイルで幾度も世界を制してきたノビ選手。見る者を魅了する鉄拳界随一のエンターテイナーです。これ実はですね、この武選手、ノビ選手という組み合わせ、番組開始早々のちょうど1年前、昨年10月以来の2回目になるんです。もうあれから1年も経つんですか？やっぱこの黄金コンビがいいなってね。俺のおかげみたいな感じで仲いい。まあでもあれから1年経つんですね。そうなんですよ。2年目に僕ら入ったということで、改めてお二人に来て盛り上げてもらおうかな。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。そしてこの武選手なんですけども、4月にですね行われたトーナメント第2回ハメジュンカップで見事優勝を果たしていただきました。第2回ハメジュン鉄拳強豪プレイヤー4名のトーナメント戦で開催された第2回ハメジュンカップ。見事優勝を果たした武選手に番組からトロフィーを贈呈します。第2回ハメジュンカップ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。お、ちゃんと用意してる。この1年なんですけれども、その生活が全然変わってしまったじゃないですか。家でこう過ごすおうち時間、これ一体どういうことを考えて、一体どういうことをしていたのかっていうところからまず聞いていきたいんですけど。率直に言うとマジできつかったっすね。きつかった？はい、なんだろう、プロゲーマーって何なんだろうって思って、結局僕たちってずっと毎年3月から12月までに海外大会に月3回ぐらい行くっていうペースで海外で結果を残すことをメインに活動してたんですけど、それがなくなって家にいたらこれただのゲーマーじゃんになっちゃってて、でじゃあここからどういう風に活動していこうかなっていうのは日々ずっと考えてました。海外行きたいなって思いながらも我慢するしかないよなって言っても、無理かもしれないけど来年とかずっと行ければいいかなって思いながら過ごしてましたね。いろんな格闘ゲーマーたちが、プロゲーマーの方々が自分のメインのタイトルの大会がないことによって、じゃあちょっと他のゲームやってみようかなっていう流れが結構あったんですよ。お二人も鉄拳以外のゲームとかされたりしましたか？めっちゃ手出してます。なんか最近スマブラやってません？別にそんな間違ったこと言ってないじゃん。何してるんですか？のびさんのツイートを見てると、ツイッター見てるとクッパの絵ばっかりクッパばっかりだなんでこんなクッパばっかりって思ったら、スマブラやってんな。昨日も8時間ぐらいやってました、スマブラ。なんか鉄拳を僕は普及活動をずっとやってて、鉄拳を盛り上げたいっていう気持ちはあるんですけど、他の分野も一回手出してみようと思ったら、やっぱ面白くて。でもその合間にも鉄拳の配信もバリバリやってますもんね。一応僕の中のメインとしてはスマブラ勢にも僕のことを知ってもらって鉄拳も見てほしいなっていうのをメインでスマブラをやってるんですけど。マジですごいですよね。ゲーム体力は増えてんじゃないですか？そうなんですよ。最近だからゲームモチベーションすごい高くて。武さんいかがですか？僕はあんまそのゲーム自体はそんなうまいくはないんで、じゃあ他のタイトルやったりはしなかった？全くないですね。1個あんじゃねえかよ最近ハマってんの。動物の森やってんだろ。
まあでも癒されますよね、ああいうのって。なんかまあわかります。この2人でも今更だけど同じチームなんだよね。はいチームとしてこのなんかそのおうち時間とか、まあそのコロナの期間どうやって過ごすっていうような話し合いとかされたりするんですか。まあ、とにかくチーム山沢は配信頑張ろうしかないです。今もう結果っていうものが出せないのであれば、そういう部分で鉄拳の何かに貢献しようっていうことしかできてなかったので、結構チーム山沢内では企画をいっぱいやったりして、その僕たちに勝ったら賞金みたいなのとかイベントとかをやってた結果全敗しました。全敗したマイナスいくらになったんですか？ 25万ぐらいはい、自腹です。プロゲーマーに勝ったらプレゼントみたいな企画で自腹です。全部自分で負けたの。ちゃんと負けて 5on5 でいつも海外大会出てる仲間プラスチーム山沢の5人でやって、強いとこと全部とやって全敗です。でものびさんいつもなんか配信の時とかにタグ付けでね、日本を笑顔にするとか、はい、日本を元気にするとか言ってるじゃないですか。そういう意味では日本を元気にしてますよね。でもその5人の財布は笑顔にしましたからね、そうですよね。笑顔にしてますよね。たけさんと以前お子さんのお話伺いましたけれども、はいはい、一緒に鉄拳やったりとかあったりしました？鉄拳のこと卓拳って言うんですよ。卓拳かわいい。竹の鉄拳？なるほど。そういうこ単純に手って言えないだけなんですけど、やりたいって言うから、そういう時はまあ要は練習モードを起動していいよやってっつって。ね、自分がプロゲーマーになるきっかけであるゲームだし、はい、一番やってるゲームをね、自分の子供が興味持ってるってめちゃくちゃいいじゃないですか。この格ゲキスタハメジュン、鉄拳7は何度もですね取り上げてはいるんですけども、まずはこう年明けにねエボジャパン2020がありましたよね。そっかそこからか。あれ顔がちょっとこれは話した方がいいですかもう。聞かせてくださいよ。鉄拳界3大事件のうちの1つぐらいですよ。そうなんですか。3大事件。僕が15年間鉄拳やってきた中での事件のうちの1つです。これは聞きたい三大事件。1キャラしかほぼほぼ大会で見ない大会になっちゃって、リロイ。そうですね。エイシ中堅のキャラクターなんですけど、まあ2019年に TWT ファイナルがすごい盛り上がって終わって、その次の年のエボジャパンが楽しみだねって時にその新キャラが出て、見たことない性能だったんですよ。決勝が8人中6人がリロイ、で僕もリロイに負けました。それがもうエボジャパン。僕の中ではその一番プロをやめようかなって思った大会でしたね。まあやり込みかキャラかっていうね、なんかちょっと一個議題になりましたね。そして先日にはですね、トパンガリーグクロス鉄拳7のシーズン2が行われて、お二人ともねその大会にもこう参戦されたわけですけれども、これいかがだったでしょうか？リーグ戦ってことでね。いや総括っすね。優勝した青選手、そして2位に入ったダブル選手の2人がパワーカムラも使ったんですけど、青選手に2人とも勝ってるんですよ。はい、言ってましたよ。ハメ順に青くん来てくれた時に、いや2人は勝てなかったっす言ってましたよ。いやのびは結構すごい対策するんですよやっぱり。だからその対策がすごい生きた内容だっていうのをすごい見てても分かるし、僕はぶっちゃけその何も対策してなかったんですよ。強いて言うならば前日に同じチームメイトのユウさんがパーカムラム使うんでちょっと対戦してくださいって言って、まあ、10試合ぐらいやったんですけど、10試合それでも10試合いやめっちゃボコられてましたよ。めっちゃボコられたんですよ。こんなんで明日絶対青に勝てないじゃんって思いながら挑んでたけど、まあ、勝っちゃったんですよ。まあ、それはなぜかというと1個の技からの派生技がすごい多いキャラだから、その派生技に全部付き合っちゃったら絶対勝てないと思って、もうどうせならもうやりたい放題やらせといて、もう僕は付き合わないよスタイルでいこうっていうのがいい結果に転んだかな。期末テストの山の張り方が合ってるってことですよね。完全にあったんです。こうしてよみたいな。でも実際こう青選手ダブル選手も付き合われないのが一番面倒だっていう、パーカムラム側も。たけさんはその付き合わないっていうスタイルで対策して勝ちましたけど、のびさんは僕はもう徹底的に付き合ってますね。そうですよね。そのダブルとは結構そのトパンガのこの本戦が始まる1個前の予選の前からずっと夜練習2人でしてて、でダブルは今回ファーカムラムで行くって言われたから僕もその今回スティーブで行くっていうので多分200-300戦ぐらい合計やってるんですよ。でもうファーカムには最終的には勝ち越せるようになってきて、もうファーカムは大丈夫だろうと思って
ってて挑めてるんで、自信がバッチリある状態で、その結局強いキャラクターはもうとにかく僕対策するので負けたくないんで。ノビ選手はなんかそのキャラ愛がすごいあるイメージは自分にはあって、はいであるその僕にもある、強いキャラに対してどうやって対抗しようかって話ってこのシーズン3で始まったわけじゃなくシーズン2でも自分見てるんですよ。シーズン2の世界大会でパキスタンのアワイ・サニーっていう選手がものすごい強い剛毅使いで去年の途中まではパキスタン勢にみんな負けてたんですよね。勝てなくて強いですもん本当に強いんですよ。でもそこにまた向き合って対策をしっかり詰めた結果、世界大会で勝つんですよ。お二人自体も直接対決ありましたよね。ありましたね。うん最後だったっけあれ。死ぬほど顔に出るのはなんとかなんないですかこれから話聞くんですけどいいですか。ありました。ちょっと振り返って聞かせてください、お二人の対決のこと。いやまあ身内読みっす。身内読み、はいまあ身内読みですね、あれは完全に。もう僕はまあ正直ノビとスティール対決あんま自信ないんですよ。まあでももうスティールしか使えない状態だったんで、僕が他のキャラクターも練習してないんで、まあやれることはやろうっていう結果で勝ったのはチーム山佐のび。いい試合だった。いい試合だった。やっぱ普段からやってる相手っていうのはどう裏切るかがポイントだったりするじゃないですか。でも今の状況下であまり練習する機会がなかったので、結構ああいう風に表立って対戦するのはかなり久しぶりだったよね。久しぶりだったねはい。なんで1年ぶりぐらいだったね。手探りでした初めは。でこの秋にはですね鉄拳7のシーズン4がこうスタートするという予定もされています、はいまあ、さらにねトパンガリーグですとか、公式のオンライン大会なんかもそのシーズン4の後にまあやっていくっていう、計画があるという話もありますし、どうでしょう、楽しみですよね。めちゃめちゃ楽しみです。いよいよシーズン変わりますよ。はい、原田さん、マイケルっていう鉄拳のプロデュースのすごいお偉いさんの2人が、そのシーズン4は全キャラをちゃんと活躍できるような性能にしているっていう風に言ってくれてるので、一番望んでることじゃないですか。本当に楽しみですこれは。なんで僕がもともとメインで使ってたドラグノフだけじゃない他のキャラクターも大会でいろいろ使えるのかなっていうのもあって、今のうちにいろいろ考えてます。武さんいかがですか。そうですね、各キャラクターに多分1個は新技があるっていうのも発表されてたよね、されてます。されてますよねっていうのもあるし、あとはいち早く強いキャラを見つけてそいつをやり込むっていうのがお、変わっちまったよ。もう学習しました、いやでもそうな、俺もそうだ。でも基本はだって今使ってるキャラクターを使うわけですよね、基本的には。でももう本当にシーズン4出た瞬間、まず一番やることは一番強いキャラをすぐ使うことです。まあ、その見極めにどれぐらい時間がかかるかわかんないですけど、まあ多分結構すぐだと思います。そして久々の公式大会鉄拳オンラインチャレンジもシーズン4になった後におよそ来るであろう12月にやるという発表が行われておりますが、そうか、新バージョンでいきなり大きいのが。本当にシーズン4次第ですね。その出てから自分のキャラをどこまで動かせられるかっていうのもありますし、一発目の多分大きな大会になると思うんで、ちょっと一回ここはまあ腕試しの場だと思ってます。楽しみです。まあ要は誰が勝ってもおかしくない状態じゃないですか。そうですね。どんな連携持ってたりとかどうなってるか分かんないです。分かんないじゃないですか。まあ、そういうのも見れるのもすごい楽しみですし、まあ、久しぶりの、まあ、トパンがありましたけど、まあ、その大会っていうのもあるんで、すごい楽しみですね。自分がどのキャラクター使ってるのかも想像できないですし、今は。でもってなるとシーズン3、このシーズンでの戦いっていうのは見る機会が減っちゃうから、お二人にシーズン3最後ちょっとハメ順でここで戦ってもらうことできたりしませんかね。大丈夫ですか。勝ってますからね僕は。あ、本当ですか。じゃあ武さんやっていただいてもよろしいでしょうか。もちろんです。本当ですか。はいお願いします。お願いします。はい、ということでここからはエキシビションマッチをやっていきたいと思います。チーム山佐対決のび対武、意気込みを聞いていきましょう。 2-7 で勝っちゃってるんで、ちょっといい試合演出したいんですけど、そういうのはやっぱ手加減できないんで全力でやらせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。あ、そうですね、2-7で負けちゃってるんで頑張りたいと思います。ためて普通。シーズン3最後の戦いになるかも。のび選手 VS たけ選手の対戦です。バンピー側のびが選んだのはパーカムラム。おい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 。選ばれたステージはデビルズピットということで、これは無限ステージと壁あり両方が楽しめる
のびさんですよね。中身ダブルさんじゃないですよね。ないです違いますよ。はい、ということでのびのファーカムラムがついに登場です。ファーカムラムは、ムエタイを使います。そしてスティーブはボクサー、ファーカムラムは非常に強力なパンチ攻撃に対するさばき技リボルブというのがあるんですけど、ボクサー分が悪いんじゃないの？そうなんですよ、ボクサーなんでほとんどの技が手技ですからね。ここまで速い連携を繰り出していくのはノビ。しかしここはウィーミンから、反撃。デッドバーリーで取ってからのモンスターテイル下段。強いという。楽しい。まずはノビのファーカムラムがラウンド先行。これは竹さん応援しちゃってるな俺今。空振りにワンツー返す。お、そしてクイックでカウンター取ったのは竹。いいぞ。大チャンスです。一気に壁に運んでいく。そしてこれはあとファーカムラム限定の、このファーカムラム体がでかいので、他のキャラに入りづらいコンボが入るんですが、それを狙いに行きました。しかしミスをしてしまった。ここで鉄管庫ハイキックで首筋を狙ってノビがリーチです。そして2ラウンドを取ったので無限ステージへ。僕は何もやってませんみたいな顔してる。さあどうする？ここは下段をさばいてさばきからママラガンで大きなダメージ。減りますね。滝はどうする？あとはありません。そしてリボルブ、これがめちゃくちゃいる。糸口があと一発、置き攻め重視。ここはワンツーからスラッシュ、ワンツーで暴れるのはしかしリボルブが決まった。エキシビションマッチ勝者ノビ。コメント気になる。これがシーズン3の答えですね。最後にたどり着きました。ちょっと遅かったですね。ありがとうございます。まあそうですね、一先でこのキャラ使って負けるやつは本当終わってると思うんで、まあこれ結果はね当然の結果だと思ってます。はい。答えが出ましたね。出ましたね。こういうことなのね。勝敗にの鍵になった要素について聞いていきたいんですが、いかがでしたか？実際僕がスティーブを使ってる時にファーカムラムにされてきついことっていうのが、下段は一律さばかれて中段は我慢しながら要所でパンチ当て身のリボルブを取るっていうスタイルをしとけば、基本的にスティーブがあって手が出せないのでバンバン派生技を打つようにしようとは思ってました。なるほど。それがかなり効いた試合っていうのは見て取れるような。圧がすごいんですよね、何もしなくても。その圧で結構やられちゃうところが多いし、あとはやっぱパンチ当て身、スティーブももちろんパンチ当て身あるんですけど、あんなコンボいけないし。でもやっぱあれですよね、自分がファーカムラムっていうか強いキャラクターを倒したいっていうので勉強してたそのお勉強がそのまま出てるってことでしょ。これすごいわ。大勢ありがとうございました。ありがとうございます。初級者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。今週の格ゲーレッスンのコーナーは MOV 選手に講師として来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。まずは MOV 先生に CPU 戦を見ていただきます。はい、打線を見てもらいましょう。またレベル6ですね。僕手元も一緒に見たいんで後ろに立たせてもらっても大丈夫ですか？全然お願いします。本当に大丈夫？いや今のためらいは俺らには感じ取ってるぞ。確かに手元を確認する先生はいなかったね。圧がすごいです。それがプロの圧です。しかも MOV さんやっぱ手元の動きとかどう力を入れた方がいいかとかを詰めてるプレイヤーでもあるので、力めちゃくちゃ入ってる人だった。いや俺最初聞いた時は気合が、いや力んでるだけじゃないです。力を入れるときは入れて入れないときは入れないっていう。 CPU レベル6のチュンリーと対戦。手元にも注目して見ていきましょう。歩きながらスキバお前溜めてないだろ。これコンピューターしかできない動きだね今。差し返しの形。あ、いい連携。引き系がねいいんだよな。いい連携。ここもできる。深い。バックステしてるもんだって守りで。惜しい。いやコンピューターもやるんだよな。来るよね。逆ガードだ。これは知らないときつい。からの動揺しちゃう。いやでもネモ先生のお話を思い出して、そう動揺して声を出したりしない。頑張ります。そう。ミスったの僕のせいですか？いや違います。大丈夫です。ちょっとあるかもしれないですけど違います。
そして第2ラウンド、健闘を見せるいつかですが、空大君今のプレーを見た MOV 先生のアドバイスとは。何しようかなって右手も左手も迷ってる時間が結構長かったんで、なんなら左手もレバーから離れちゃってる時間とかも結構あって、あ、気づかなかったです。気づかなかった離れてる時間、格闘ゲームって戦略と操作の2つに分けれるんですね。要は自分のできる範囲の操作で一番勝てそうな戦略を立てるっていうことなんですけど、コンボとかも練習しててだんだんできるようになってるんだろうなっていうのも伝わりましたし、さっきも緊張が苦手って言ってたんですけど、緊張で操作をミスっちゃうのもあるだろうし、緊張で頭が真っ白になって何をしたらいいか分かんなくなっちゃうっていう、もうやっぱり操作と戦略なんですよ。事前に自分のできることで何ができるのかを考えるっていうのが大事かなと思います。僕ら実は画面しか見てないから、手元でどうなってんだろうっていうのを考えたことなかったけど、離れてるってことはここにあらず状態じゃないですか。やっぱり迷っちゃってるし、やらなきゃって思った時に焦っちゃってるんで、事前の準備ができると、もっと落ち着いてできるかなと。戦う前から勝負は始まっている。戦略と操作を意識して戦いに挑め。頑張れ1セット。すごいな。テクニック的なことよりもやっぱ精神的なことで強くなっていくターンに入ったんですね。プレイ見ててもそんな感じしますよね。なんかその今までこう言われていたことが本当にかなりできるようになってて、一番感動したのは基本的に受け身が全部取れてる。そうだ、受け身取ってた。いつかちゃんが多分一番最初にコマしてたの受け身が取れなくて、毎回ダウンしたんですけど、だからこれまでできなかったことかなりできてる。でやっぱり今度は考えを整理するターンっていうのはすごい腑に落ちますよね。できることが増えたからっていうね。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなんでよければ。はい、ということで本日も閉店のお時間となりました。いつかちゃんいかがだったでしょうか。はい、私竹さんのびさんコンビが大好きなので、もう2年目突入で早速来ていただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。はい、僕もやっぱりこのコンビ最高だし、のみさんが笑顔なのも好きなんですけど、怒ってるのも好きなんで、シーズン4の調整はそれで楽しみです。はい、やっぱこういう状況下で会う機会が少なくなっている中で、こうやって皆さんとお話できて皆さんに会えたのがすごく面白かったです。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本当に3回もまず出させていただいてありがとうございます。で、はい、鉄拳もシーズン4に変わる間近ですし、僕たちの中では鉄拳は8があるなと思って活動しているので、8に向けてもうあとちょっとなんじゃないかなって思うので、最後悔いないように鉄拳の方も頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、各駅スターメジュン、今夜のゲストは竹選手とのび選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。次回は大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。ニエタノ選手、ヒカル選手がご来店。お楽しみに。